間もなく一人の制服の警官が背広の男と連れ立ってやってきた。制服の方は後で知ったのだが、警察署の司法主任で、もう一人はその顔つきや持ち物でもわかるように同じ署に属する警察医だった。私たちは司法主任に最初からの事情を大略説明した。そして私はこう付け加えた。この明智くんがカフェへ入ってきたとき、偶然時計を見たのですが、ちょうど8時半頃でしたから、この障子の格子が閉まったのはおそらく8時頃だったと思います。その時は確か中には電灯がついてました。ですから少なくとも8時頃には誰か生きた人間がこの部屋にいたことは明らかです。司法主任が私たちの陳述を聞き取って手帳に書き留めている間に、警察医は一応死体の検診を済ませていた。彼は私たちの言葉の途切れるのを待って言った。考察ですね。手でやられたのです。これご覧なさい。この紫色になっているのが指の跡です。それからこの出血しているのは爪が当たった箇所ですよ。親指の跡が首の右側についているのを見ると、右手でやったものですね。そうですね。おそらく死後1時間以上は経っていないでしょう。しかし、無論、もう蘇生の見込みはありません。上から押さえつけたのですね。司法主任が考え言った。しかし、それにしては抵抗した様子がないが、おそらく非常に急激にやったのでしょうね。ひどい力で。それから彼は私たちの方を向いて、この家の主人はどうしたのだと尋ねた。だが無論私たちが知っているはずはない。そこで明智は気を利かして隣家の時計屋の主人を呼んできた。司法主任と時計屋の問答は大体次のようなものであった。主人はどこへ行ったのかね。ここの主人は毎晩古本の夜店を出しに参りますんで、いつも12時頃でなきゃ帰って参りません。へえ。どこへ夜店を出すんだね。よく上野の広小路へ参りますようですが、今晩はどこへ出ましたか。どうも手前には分かりかねますんで、へい。1時間ばかり前に何か物音を聞かなかったかね。物音と申しますと。決まってるじゃないか。この女が殺される時の叫び声とか格闘の音とか。別段これという物音を聞きませんようでございましたが。そうこうするうちに近所の人たちが聞き伝えて集まってきたのと、通りがかりの野じ馬で古本屋の表はいっぱいの人だかりになった。その中にもう一方の隣家の旅屋のおかみさんがいて、時計屋に応援した。そして彼女も何も物音を聞かなかった旨陳述した。この間近所の人たちは協議の上、古本屋の主人のところへ使いを走らせた様子だった。そこへ表に自動車の止まる音がして、数人の人がどやどやと入ってきた。それは警察からの急報で駆けつけた裁判所の連中と、偶然同時に到着した警察署長および当時の名探偵という噂の高かった小林刑事などの一行だった。無論これは後になって分かったことだ。というのは、私の友達に一人の司法記者があって、それがこの事件の係の小林刑事とごく懇意だったので、私は後日彼からいろいろと聞くことができたのだ。先着の司法主任はこの人たちの前で今までの模様を説明した。私たちも先の陳述をもう一度繰り返せねばならなかった。表の戸を閉めましょう。突然黒いアルパカの上位に白ズボンという下回りの会社員みたいな男が大声で怒鳴ってさっさと戸を閉め出した。これが小林刑事だった。彼はこうして野じ馬を撃退しておいて、さて探偵に取り掛かった。彼のやり方はいかにも傍若無人で、検事や所長などはまるで眼中にない様子だった。
彼は初めから終わりまで一人で活動した。他の人たちはただ彼の敏捷な行動を傍観するためにやってきた見物人に過ぎないように見えた。彼は第一に死体を調べた。首の周りはことさらに念入りにいじり回していたが、この指の跡には別に特徴がありません。つまり普通の人間が右手で押さえつけたという以外に何の手がかりもありません。と検事の方を見ていった。次に彼は一度死体を裸体にしてみると言い出した。そこで議会の秘密会みたいに傍観者の私たちは店の前へ追い出されねばならなかった。だからその間にどういう発見があったかよくわからないが、察するところ彼らは死人の体にたくさんの生傷のあることに注意したに相違ない。カフェのウェイトレスの噂していたあれだ。やがてこの秘密会が解かれたけれど、私たちは奥の間へ入っていくのを遠慮して例の店の間と奥との境の畳敷きのところから奥の方を覗き込んでいた。幸いなことには私たちは事件の発見者だったし、それに後から明智の指紋を取らねばならなかったために最後まで追い出されずに済んだ。というよりは抑留されていたという方が正しいかもしれぬ。しかし小林刑事の活動は奥の間だけに限られていたわけではなく、屋内屋外の広い範囲にわたっていたのだから、一つところにじっとしていた私たちにその捜査の模様が分かろうはずがないのだが、うまい具合に検事が奥の間に陣取っていて始終ほとんど動かなかったので、刑事が出たり入ったりするごとにいちいち捜査の結果を報告するのを漏れなく聞き取ることができた。検事はその報告に基づいて調書の材料を書記に書き留めさせていた。まず死体のあった奥の間の捜索が行われたが、遺留品も足跡もその他探偵の目に触れる何物もなかった様子だ。ただ一つのものを除いては、電灯のスイッチに指紋があります。黒いエボナイトのスイッチに何か白い粉を振りかけていた刑事が言った。前後の事情から考えて電灯を消したのは犯人に相違ありません。しかしこれをつけたのはあなた方のうちのどちらですか？明智は自分だと答えた。そうですか。後であなたの指紋を取らせてください。この電灯は触らないようにしてこのまま取り外して持っていきましょう。それから刑事は2階へ登って行ってしばらく降りてこなかったが、降りてくるとすぐに路地を調べるのだと言って出て行った。それが10分もかかったろうか。やがて彼はまだついたままの懐中電灯を片手に一人の男を連れて帰ってきた。それは汚れたクレップシャツにカーキ色のズボンといういでたちで40ばかりの汚い男だ。足跡はまるでダメです。刑事が報告した。この裏口のあたりは日当たりが悪いせいかひどいぬかるみで、下駄の跡がめった無償についているんだから、とてもわかりっこありません。ところでこの男ですが、と今連れてきた男を指し、これはこの裏の路地を出たところの角に店を出していたアイスクリーム屋ですが、もし犯人が裏口から逃げたとすれば、路地は一方口なんですから、必ずこの男の目についたはずです。君、もう一度私の尋ねることに答えてごらん。そこでアイスクリーム屋と刑事の問答。今晩8時前後にこの路地を出入りした者はないかね？一人もありませんので、日が暮れてからこっち、猫の子一匹通りませんので。アイスクリーム屋はなかなか要領よく答える。私は長らくここへ店を出させてもらってますが、あそこはこの長屋のおかみさんたちも夜分はめったに通りませんので、何分あの足場の悪いところへ持ってきて真っ暗なんですから。君の店のお客で路地の中へ入ったものはないかね？それもございません。皆さん私の目の前でアイスクリームを食べてすぐ元の方へお帰りになりました。それはもう間違いはありません。さて、もしこのアイスクリーム屋の証言が信用すべきものだとすると、
犯人はたとえこの家の裏口から逃げたとしても、その裏口からの唯一の通路である路地は出なかったことになる。さればといって表の方から出なかったことも、私たちが白売犬から見ていたのだから間違いはない。では彼は一体どうしたのであろう。小林刑事の考えによれば、これは犯人がこの路地を取り巻いている裏表二側の長屋のどこかの家に潜伏しているか、それとも借家人のうちに犯人があるのか、どちらかであろう。もっとも2階から屋根伝いに逃げる道はあるけれど、2階を調べたところによると、表の方の窓は取り付けの格子がはまっていて、少しも動かした様子はないのだし、裏の方の窓だってこの暑さではどこの家も2階は開けっぱなしで、中には物干しで涼んでいる人もあるくらいだから、ここから逃げるのはちょっと難しいように思われると、こういうのだ。そこで隣県者たちの間にちょっと捜査方針についての協議が開かれたが、結局手分けをして近所を軒並みに調べてみることになった。と言っても裏表の長屋を合わせて11軒しかないのだから、大して面倒ではない。それと同時に家の中も再度縁の下から天井裏まで残るくまなく調べられた。ところがその結果は何の売るところもなかったばかりでなく、かえって事情を困難にしてしまったように見えた。というのは、古本屋の一軒を置いて隣の菓子屋の主人が日暮れ自分からつい今しがたまで屋上の物干しへ出て尺八を吹いていたことが分かったが、彼は初めからしまいまでちょうど古本屋の2階の窓の出来事を見逃すはずのないような位置に座っていたのだ。読者諸君、事件はなかなか面白くなってきた。犯人はどこから入ってどこから逃げたのか。裏口からでもない、2階の窓からでもない、そして表からではもちろんない。彼は最初から存在しなかったのか、それとも煙のように消えてしまったのか。不思議はそればかりでない。小林刑事が検事の前に連れてきた2人の学生が実に妙なことを申し立てたのだ。それは裏側の長屋に間借りしているある工業学校の生徒たちで、2人ともデタラメを言うような男とも見えぬが、それにもかかわらず彼らの陳述はこの事件をますます不可解にするような性質のものだったのである。検事の質問に対して彼らは大体さのように答えた。僕はちょうど8時頃にこの古本屋の前に立って、そこの台にある雑誌を開いて見ていたのです。すると奥の方でなんだか物音がしたもんですから、ふと目を上げてこの障子の方を見ますと、障子は閉まっていましたけれど、この格子のようになったところが開いていましたので、その隙間に一人の男の立っているのが見えました。しかし私が目を上げるのとその男がこの格子を閉めるのとほとんど同時でしたから、詳しいことは無論わかりませんが、でも帯の具合で男だったことは確かです。で、男だったという他に何か気づいた点はありませんか？背格好とか着物の柄とか。見えたのは腰から下ですから、背格好はちょっとわかりませんが、着物は黒いものでした。ひょっとしたら細い縞かかすりであったかもしれませんけれど、私の目には黒無地に見えました。僕もこの友達と一緒に本を見ていたんです。ともう一方の学生。そして同じように物音に気づいて、同じように格子の閉まるのを見ました。ですが、その男は確かに白い着物を着ていました。縞も模様もない真っ白な着物です。それは変ではありませんか？君たちのうちどちらかが間違いでなけりゃ。決して間違いではありません。僕も嘘は言いません。この2人の学生の不思議な陳述は何を意味するか。鋭敏な読者はおそらくあることに気づかれたであろう。実は私もそれに気づいたのだ。しかし裁判所や警察の人たちはこの点についてあまりに深く考えない様子だった。間もなく
死人の夫の古本屋が知らせを聞いて帰ってきた。彼は古本屋らしくない華奢な若い男だったが、細君の死骸を見ると気の弱いたちと見えて、声こそ出さないけれど涙をポロポロこぼしていた。小林刑事は彼が落ち着くのを待って質問を始めた。検事も口を添えた。だが彼らの失望したことは、主人は全然犯人の心当たりがないというのだ。彼は、これに限って人様に恨みを受けるようなものではございません。と言って泣くのだ。それに彼がいろいろ調べた結果、物取りの仕業でないことも確かめられた。そこで主人の経歴、細君の身元、その他様々な取り調べがあったけれど、それらは別段疑うべき点もなく、この話の筋に大した関係もないので略することにする。最後に死人の体にある多くの生傷について刑事の質問があった。主人は非常に躊躇しておったが、やっと自分がつけたのだと答えた。ところがその理由についてはくどく尋ねられたにもかかわらず、あまり明白な答えを与えなかった。しかし彼はその夜ずっと夜店を出していたことが分かっているのだから、たとえそれが虐待の傷跡だったとしても殺害の疑いはかからぬはずだ。刑事もそう思ったのか深く詮索しなかった。そうしてその夜の取り調べはひとまず終わった。私たちは住所姓名などを書き留められ、明智は指紋を取られて、帰途に着いたのはもう1時を過ぎていた。もし警察の捜索に手抜かりがなく、また商人たちも嘘を言わなかったとすれば、これは実に不可解な事件であった。しかも後で分かったところによると、翌日から引き続いて行われた小林刑事のあらゆる取り調べも何の甲斐もなくて、事件は発生の当夜のまま少しだって発展しなかったのだ。商人たちはすべて信頼するに足る人々だった。11軒の長屋の住人にも疑うべきところはなかった。被害者の国元も取り調べられたけれど、これまた何の変わったこともない。少なくとも小林刑事。彼は先にも言った通り名探偵と噂されている人だ。が、全力を尽くして捜索した限りでは、この事件は全然不可解と結論するほかはなかった。これも後で聞いたのだが、小林刑事が唯一の証拠品として頼みをかけて持ち帰った例の伝統のスイッチにも、落胆したことには明智の指紋のほか何者も発見することができなかった。明智はあの際で慌てていたせいか、そこにはたくさんの指紋が印せられていたが、すべて彼自身のものだった。おそらく明智の指紋が犯人のそれを消してしまったのだろうと刑事は判断した。読者諸君。諸君はこの話を読んで、ポーのモルグ街の殺人やドイルのスペックルドバンドを連想されはしないだろうか。つまり、この殺人事件の犯人は人間でなくて、オランウータンだとか、インドの毒蛇だとかいうような種類のものだと想像されはしないだろうか。私も実はそれを考えたのだ。しかし、東京の D 坂あたりにそんなものがいるとも思われぬし、第一、障子の隙間から男の姿を見たという証人がある。のみならず、塩類などだったら足跡の残らぬはずはなく、また人目にもついたはずだ。そして死人の首にあった指の跡も、まさに人間のそれだ。蛇が巻きついたとて、あんな跡は残らぬ。それはともかく、明智と私とはその夜帰途につきながら非常に興奮していろいろと話し合ったものだ。一例を挙げると、まあこんな風なことを。君はポーのルーモルグやルルーの黄色の部屋などの材料になったあのパリのローズ・ドラクル事件を知ってるでしょ。100年以上経った今日でもまだ謎として残っているあの不思議な殺人事件を。
僕はあれを思い出したのですよ。今夜の事件も犯人の立ち去った後のないところは、どうやらあれに似ているではありませんか。と明智。そうですね。実に不思議ですね。よく日本の建築では外国の探偵小説にあるような深刻な犯罪は起こらないなんて言いますが、僕は決してそうじゃないと思いますよ。現にこうした事件もあるのですからね。僕はなんだかできるかできないかわかりませんけれど、一つこの事件を探偵してみたいような気がしますよ。そうして私たちはある横町で別れを告げた。その時私は横町を曲がって、かなり一流の肩を振る歩き方でさっさと帰っていく明智の後ろ姿が、その派手な棒縞の浴衣によって闇の中にくっきりと浮き出して見えたのを覚えている。